金やんです。ということで今日はですね、栃木県下野市に来ております。そしてこの周辺にはですね、群馬県の釣りは、栃木県の釣りはたくさんありますけれども、僕もね大好きな釣り場が多い地域なんですよ。でも残念なことに釣り具屋さんがあまりない。ヘラブナ釣り具店をメインに置いている釣り具屋さんがちょっと少ないんですね。もちろん常習屋さんとかキャスティングさんとかそういったね、大型の釣り具店は多いんですけど、個人で経営している釣り屋さんというのはだんだん少なくなってきております。その中で僕見つけてしまいました。というのもちょうど1年半ぐらい前に東照温泉釣り池、日光の東照温泉釣り池に釣りに行った時にちょっと立ち寄ったんですよ、見つけて。それがこの沢村釣り具さんです。ここの釣り具屋さん、もちろんヘラブナもそうなんですが、ブラックバスであったり、またはアユであったり、渓流の釣り、そういった釣り具も取り揃えております。この沢村釣り具さんは奥様とお父様がお二人で一生懸命経営しているんですけど、もう本当に気さくなお母様が一生懸命営業しております。よってですね、どうしても盛り上げたい。なのであんまり知られていない釣り屋さんでもあるので、ぜひ一度これから店内を撮影させていただいて、少しでも皆さんにご集中いただき、足を運んでいただけるきっかけ作りができればなと思っております。では早速ね、釣り具屋さん紹介行ってみましょうか。栃木県下野市にあります沢村釣り具さん、行ってみましょう。じゃあ行きますか。沢村さん入ってきます。ありがとうございます。すみません、じゃあちょっと撮らさせていただきます。紀東沼有名ですね。皆さんお客様紀東沼多いですね。やっぱり結構足しげく来てます、お客さんが。こっちにもいろいろ商品があるんですけど、後ほどご説明させていただきます。じゃあまずはメインのヘラ用品いってみましょう。お出迎えしてくれるのは綺麗に陳列された力玉、そしてガマカツのね釣り選手権があるらしいんで、2024年皆さん頑張ってください。でこちらには竿掛けかな、竿掛けがありますね。じゃあ行ってみましょう。まずこのガラスケースの中にはね、うどんのポンプだったり万力だったり、また浮きがありますね。こんな感じで、ここから浮きが続きます。ももさんが使ってた三春の浮きかな。ムシューさんの浮きがある。僕日光東照温泉釣り池さんに行った時にムシューさんの浮きを視聴者さんからいただいたんですよ。そして浮きがここにもありますね。その下にはクルージャンです。どこにでも置いてあるな、クルージャン。すげえな。特売品の手頃な価格の浮き入荷しましたとありますが、これはまさかイロハじゃないですか。ほら、やっぱり結構霞とかで使えるんですよ、これ浮き。結構おすすめです。浮力もあるしね。でクルージャンがまたあって、新しいストライル5ですね、これは。そして上には勝ち時の浮きもあると。浮きのラインナップこんな感じですね。ドボンの浮きじゃないこれ。こんなのもありますね。で勝ち時さんの浮きがまだ続く。で下にもあると。こんな感じの陳列ですね。でトップなんかも結構な数置いてあります。こんな感じで、向かい側には道糸だったりハリスだったりが置いてあります。てかお安いね、値段が。僕たちの大好きなバリバスの見える道糸も必ず置いてあると。そしてこの隣には
針関係ですね。で玉置き万力が置いてあって、その下にも針と。クルージャンのハリハリスもあると。こんな感じになっております。次、竿と餌関係ね。ここはトラウトの竿が少し3分の1ぐらいあって、奥に竿があります。まず竿からいきますか。めぐるシリーズ、慶泉気境ありますね。月光強し、北斗、大和関係ですね。で、揚州、これ昔の揚州じゃない？で、勝ち時の竿と。お、画楽があるぞ皆さん。画楽がありますよ。しかも値段もまあまあじゃないこれ。マジか。そんで勝ち時の竿かけと。こんな感じになってますね。お、めぐるの初心者選べなセットもありますね。1と2両方ある。いやー、ガマヘラの兜欲しいんだけど売ってねえんだよな。わかりますわ。でも初めて見たのこんなポスター。こんな感じ。ヒゲトロセット。お、銀閣も置いてある。そして餌ね。もちろんマルキューベーシック置いてありますね。ヒロキューさんはなさそうかな。こんな感じで、ちょっとこっち側には鯉の餌ありますね。こんな感じの陳列になってます。で、こちらにはハリス大将がある。ハリス大将。お、あとここから浮きかな。浮き作りの道具関係ありますね。で、タモ編みだったり、さっきの銀閣の足とかね、パーツ類もありますね、ここには。で、フラシがあって、見てきますか。で、ハリスケースかな。ハリスケース、浮きケースかな。こんな感じ。下にはパラソルと。パラソル万力フラッシュ。こんな感じですね。餌ボールも置いてあるのが少し。結構変更グラス皆さん大事ですからね。結構かけてください、ちゃんと。これ種類あるのにはそれなりの理由があります。それはまた別の日に。そしてここには小物関係ですね。小物関係、サルカンだったり浮きゴムだったり浮き止めゴムだったり仕掛け巻きだったり、そういったのがあります。ヘラスカートコーナーもありますね。あと巾着か。台湾のヘラスカートってこんなコンパクトなのなんだ。で、ここにヘラバッグだったり竿ケースだったりがありますね。シマノ、ダワ、プライムエリアかな。ここにも餌があったら新ビー。この間僕新ビー使いましたよ。野尻湖かな。これなんだ。ベーシックの餌かな。これにあります。クッション関係のバッグ関係の上にね。ここは帽子関係か。こんな感じの陳列になってますね。レインコートだったり、ほら、ストレッチパンツがある。ちょっと待って、ストレッチパンツがある。これ欲しかったんす。これこの辺ハーパン履くじゃないですか。ハーパンでノズリやってると日焼けすんすよ。だからこれ履けば日焼けを防止できる。ちょっとこれ考えるわ。マジか。へえ。でレインコートね。こんな感じ。
あら、あら、こんにちは。どうもこんにちは。頑張ります。撮影。選ぶのはこんな感じですかね。基本的に。こっちとかにもね、たくさんあるんですよ。裏の軽く触れます。入り口入ってこっちにはトラウト関係、サクラマスの置物ありますけど、そっち関係ですね。手張りだったり、まあフライのロットだったりドアだったり、そういうのもあります。これはフライのリールかな。まあ、ちょっとわかんないんでね、さらっといきますけど、フライやる方もおすすめ。すごいな、いっぱい売ってんな。こういうのあるんだね。毛針にくっつけるやつなのかこれ。ファーみたいな羽だ。へえ。あんまりこういうのは量販店には売ってないやつですね。こういう感じね。で裏にもスプーンだったりラインだったりね、こういうのがありますね。今鮎のお客さんも来てる。やっぱ人気なんだな。ここヘラだけじゃないんですよ。こういう渓流なんかすんごい強いお店、本当に。でここは小物釣り関係、棚子だったり、そういった関係。すごい。ブラックバスもありますね。これルアーですね。ブラックバスのルアーで、反対側にはフックだったりワームもあるのかな。これワームだね。これワーム。ほらこんな感じです。でちょっとね、鮎釣りコーナー行ってみますか。ほらこの辺は全然別にヘラ釣りじゃなくても使えるもんね。ほら明宝さんの仕掛け巻きとか、これ重宝してますよ。リールがあります。ブラックバス関係で、こっちには渓流用の竿だったり売ってますね。天から。うわこれ、おヘラのロットケースありました。すいません、見えないところにあった。こんな感じで、これヘラテントかな。これ所狭しとありますね。店内こんな感じになってます。ちょっとこの辺は分かんないんでさらっといきますよ。磯系だな。磯もあんだ。磯ほらこんな感じすげえな。磯もあんだ。海関係もあんの。ちょこっとだけだけど。だってこれとかあれでしょ。ほらタコビラとか海じゃないですか。すげえな。エギもあるぞすごいな。おもろ。すげえな。本当だ。海もあるんですね。まあこの辺はちょっと好きな人は来て見てみてください。ちょっと分かんないんで。ここら辺は鮎関係かな。ほらおラインバリバスさん鮎も出してますね。すごい。こんな感じあるんですけど、これ最近ももちがね買ったんですよ。オーナーさんの回転仕掛け巻き。これめちゃくちゃいいです。専用のケースもあって、普通の長方形の仕掛け巻きだと跡ついちゃうんですよね。あとかさばる。なんで丸い仕掛け巻きだとラインに癖もつかないし、収納もすごいコンパクトに収まります。へえ。鮎関係はマニアックだな。わかんねえな。こんな感じで鮎関係の陳列も結構あります。結構
構あります。血の張りなんかもある。ヤマメたくさんあるね。これ本当に地元密着型のお店で、これだけねいろんな商品が置いてあると、皆さんいろんな魚種の方が多分いらっしゃいますね。クーラーボックス関係と小物ケース関係あるある感じかな、ね、こんな感じのお店です。メダカの餌やりコーナーがありました。すごい面白い。ちょっと開けてみよう。スプーン、いやかわいい、いっぱいいるぞ。はいよ、食べて。食べてる。あ、食べてる。メダカは何年ぐらい生きてるんですか、これは。どうなんでしょうね。うち最初もらったっていうのは草の中に卵を産んだのをもらったんですよ。へえ。でもうここ何年も5、6年経つかな。あ、じゃあもう長いですね。みんなあげてきます。そう全然で皆さんに分けてやったりね。で全然知らないですよ。死んじゃったからってもらえてきたりしてるけども、全然うちは知らない。雨水に中入れちゃって。あ、そうですか。こういう雨の日でも何でも外に出しっぱなし。この沢村さんってどのぐらいなんですか、創業は。何年ぐらい。はい。あ、そうなんですか。生まれはだって先祖は今主人が3代目なんですけど、はい、最初は阿波野なんです。阿波野の造り酒屋だったんです。であの人のお父さんっていう人は今生きてれば100ぐらいになるんですけども、その人がデチボコでここへ来たんです。なるほど。じゃあ お母さんも全然釣りはしてなかったんですか。私知らないですもん。でもさっきお客さんにいろいろ情報を与えてたじゃないですか。すごいなと思って。ここへ来た以上はそのキャッチボールができないんですよ、お客さんともやらないと。でヘラもやって、ヘラは私ちょっと無理、棚合わせもできないし、で鮎をやったんです。で鮎はもうこれ30年ぐらいになるんですけども、すごい、だから皆さんと県内のそういう人たちと赤坂さんの陽子さんとかみんなそういうお友達はいるんですよ。一緒に釣りやって仲間に。でもこの辺だと、まあ僕はヘラブナ釣りで普段ね YouTube とかで動画配信してるんですけど、やっぱり一番近いのだと北沼。そうですね。北沼のお客さん多いですか。そうですね。昔あそこに大自然っていうのがあったでしょ。だから今ほとんど北沼です。そうですか。でもこの辺でこういう個人釣り具店ってないですよね。今日も川越から来てくれてた。川越。昔来てくれてたんですけども、鮎のこれをつけてくれって言うんです。サデを取り付け。ね。でどこを探しても川越あたりもその上司はやってくれない。で個人の店がないんですって、向こう川越あたり。でたまたまここにいた人がうちに来て昔来てくれた。あ、そうだ、沢村さんだったらやってくれるかもしれない。うち主人が投網修理なんかもしてるし、網も取り付けてしたりしてるから、で持ってきてさっきは。すごい。ヘラブナの網なんかもやってるんですか。やってますよ。あ、そうなんだ。取り付け。あ、なかなか頼めるところってないんですよ。ないんですって。最近。そうなんですって。でも個人釣り言っても大変ですよね。だからうちはこれ私らも75、6だし、私たちがもう息子も辞めて、強制的に辞めさせたんですよ。給料も払えないしね。だから他やってくれっていうことで他の仕事してるんですけども、もう私たちこれあと何年続くか分かんないけど、今でも辞めたいです。私。だって利益が本当にない。ああ、そうですか。在庫ばっかり入っちゃうんです。昔からこの商売は同じものを隣の店でも同じものを売ってるから。安売りの競争なんです。沢村さん安いですもん。いや、それでほら利益が取れないと商売じゃないじゃん。商売ってのはある程度の利益を取らないと商売にならないですよ。それを安売りを競争して安売りやってて在庫ばっかり入っちゃうんです。なるほど。で釣りはヘラだけならいいけど、鮎もやります、渓流もやります、海でも投げやります、磯やります、船やりますって、全部それに付随した道具が全部違うじゃないですか。ね、そうするとイカの道具はこのタコの道具はヒラメの道具はっていうと、それに付随したものをほとんど仕入れておかなきゃいけないし、全部は全部もうお客さんが満足するようなことはできないんです。だからいくらでもこれはお金入っちゃうんです。
でも割合的にはやっぱ沢村さんはヘラのお客様と鮎のお客様だと半々ぐらい。昔は鮎が多かったんです。昔は鮎が多かったんですか？もうねこんなもんじゃないですよ。じゃあ今はやっぱり鮎よりもヘラの方が多い。全然。ああそうですか。これをやってるからもう鮎なんか本当これどうもくれないです。だから竿ももう客室だけです。だからなんか僕たちも YouTube の配信してて、沢村釣り具さんってあんまり例えばそういったさっきおっしゃってた SNS とかああいうのにあんまりこう名前が上がってこないんですよ。でもその1年前に僕たち立ち寄った時に、お母さんもすごい今はもう気さくですけど気さくだし、こう立ち寄った時にこう一通り置いてあるじゃないですか、この関係も全部。だからこの近くの釣り場行く時に立ち寄ってお母さんと話しながら買い物できるとすごくいいんじゃないのかなと思って、それで今回やっぱりね撮影したいなと思ったんですよ。そう言ってくだされば嬉しいんですけど、まあ私のことだから、まあ、独身の人が来たり一人でもう年配の人が一人でいる人はこれおかず持っていくかいとか、今みたいにこういうねジャム持っていくかいとかってこうにやってやれば、まあ、お客さん買い物しなくてもここでおしゃべりしてなるほど、中の愚痴話をしたりね、奥さんの話をしたりとか女の話をしたりとか、ここで話はしていくんですけども、そういうのはきっと上州屋さんにはないかもしれない。そうですね、いやでもすごくいいお店で、僕たちもよく栃木群馬釣り場行くので、その時また遊びに来させていただければなと思うので、ちょっとねこの動画配信して少しでも沢村釣り具っていうお店があるっていうのを分かってほしいですし、ぜひ一回来てもらってお母さんと話してほしいんですよ。面白いから。だって前僕たち YouTube やってるなんて言わないで来た時に結構俺お母さん多分2年ぐらい前だから覚えてないと思うんですけど、結構話したんですよ。ここでその時にいいお母さんだなと思って。いえ、そう言ってくださればいいとこだけ見てもらって嬉しいんですけどいやあそこの母ちゃん行ったんじゃ嫌だからっていう人たくさんいると思うんでとんでもない。それはもうお店によってからね、いやでも看板のお母さんとしてこれからも頑張ってください。ありがとうございます。すいません、なんかいろいろと。またぜひ遊びに来させていただきます。よろしくお願いします。皆さん、沢村水牛さんどうでした？気さくなお母さんでしたよね。普段はお父さんもいらっしゃる時あると思うんですけど、本当に地元密着型ということで、群馬県、栃木県、本当に貴重な個人店だと思います。さっきの話だと埼玉の方から来る人もいるらしくて、やっぱりもちろん鮎もすごい強いお店です。ただヘラグナもとても強いし、そういったいろいろなご相談も、網を直すだとかいろいろなご相談もこのお店でやっていただける、そういった貴重なお店でございますので、皆さんもぜひこのお近くの釣り場に来た際には遊びに来てみてください。それではね、僕たちもまた北関東系の釣り場に来るときには足を運ばさせていただこうかなと思います。それでは沢村釣り具さん、どうぞ皆さん来てみてください。ありがとうございました。